じゃじゃん。皆さんこんにちは。今回は三大栄養素の割合についてです。ではまず問題です。タンパク質が 10g、脂質が 6g、炭水化物が 24g 含まれている食事があります。この食事の三大栄養素量の割合の円グラフはどれでしょうか？正解は1番です。ここに出てくる三大栄養素量がこの問題のポイントです。人の栄養学の方が詳しいと間違えてしまうかもしれません。その理由も含めて説明します。まず三大栄養素の説明をします。三大栄養素はタンパク質と脂質と炭水化物のことでエネルギー源になる栄養素です。5大栄養素はこれにビタミンとミネラルが加わりますが、エネルギー源になるのは3大栄養素です。炭水化物は大きく分けると糖質と食物繊維です。食物繊維はエネルギーにならないものが含まれるために、3大栄養素をタンパク質と脂質と糖質と分類する場合もあります。動物の三大栄養素も同じですが、名前が少し違って、素タンパク質と素脂肪と NFE 可溶無窒素物と言います。NFE は糖質に近い成分です。動物の食事中の素繊維という栄養素は食物繊維に近いですが、同じではありません。問題の回答です。問題の栄養素量を表にしました。食事中にはタンパク質が 10g、脂質が 6g、炭水化物が 24g でした。問題は三大栄養素の量の割合なので、三大栄養素すべての中で各栄養素がどのぐらいの割合なのかを求めます。問題の円グラフはパーセントで表記されていたので、パーセンテージにして求めましょう。パーセンテージとはすべての合計を100とした時の割合です。三大栄養素の合計の40に対してタンパク質は10。全体を100とした時のタンパク質を A として比の式を作って計算しても求められます。タンパク質は 25% になりました。同様に脂質と炭水化物も比の式で求めるとそれぞれ 15% と 60% になり、1の円グラフのパーセントになりました。三大栄養素の量に注目した円グラフは1でしたが、他の2つの円グラフも三大栄養素の割合です。三大栄養素はエネルギー源になる栄養素です。このため三大栄養素はエネルギーの割合で表す場合もあります。厚生労働省が発表している日本人の食事摂取基準では、三大栄養素のバランスをエネルギー量の割合で定めています。このため、人の栄養学の方が詳しい方はエネルギーで計算しちゃうかもしれません。三大栄養素にはグラムあたりのエネルギー量がありますが、これは人と犬猫用では少し値が違います。人用のエネルギー換算係数は、タンパク質と炭水化物は 1g あたり 4kcal、脂質は 1g あたり 9kcal です。犬猫用のエネルギー換算係数は、タンパク質と炭水化物は 1g あたり 3.5kcal、脂質は 1g あたり 8.5kcal です。2の円グラフは犬猫用のエネルギー換算係数で求めた三大栄養素のエネルギーの割合で、
3の円グラフは人用のエネルギー換算係数で求めた三大栄養素のエネルギーの割合でした。1の円グラフは環境省のペットフードについて考えようのパンフレットにも載っている標準的な犬用ドライフードに含まれる割合です。人の三大栄養素の割合も載っています。興味のある人は検索してみてみてね。標準的なにゃんこ用ドライフードの割合はこちらです。犬の標準的なドライフードより猫の標準的なドライフードの方がタンパク質が多いね。狼の食事の三大栄養素の割合はこのようになります。狼の獲物は動物だからタンパク質がとても多いね。野生の猫ちゃんの食事も狼と似ているよ。面白いね。みんなのドッグフードやキャットフードはどんな割合かな？円グラフにすると三大栄養素の中で何からエネルギーを得ているのかわかりやすいね。まとめと法則。三大栄養素はタンパク質と脂質と炭水化物のことで、栄養素の中ではエネルギーを持つ種類です。エネルギーを取らないと元気に活動できません。この中でどれかを減らした場合、他を増やさないとエネルギー不足になってしまいます。例えば、タンパク質を減らした分のエネルギーは、炭水化物や脂質を増やして補わなくてはいけません。三大栄養素の割合は、栄養素量のパーセントやエネルギーパーセントで表すことができます。比較するときは同じ条件で比較しましょう。また見に来てね。